こんにちは、ミッキーです。今回は地元民が教えたくない町田カフェ5選をご紹介していきます。東京の多摩エリアにおいて外せない場所であります町田。過去にも2回ほどカフェ特集をしていますけれども、実は町田にはまだまだ知られていないような魅力的な空間がたくさんあります。私自身、学生時代の飲み会や買い物というと、町田に行くことが多く、未だに2ヶ月に一度程度は訪れているものの、今回ご紹介するお店はいずれも知らなかったお店になっています。もちろんここ数年に誕生したため知られていないお店もありましたけれども、一本通りを入ったり隠れ家的に存在することで穴場になっている空間もありましたので、ぜひ今回の動画を参考にしていただいてご活用いただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2021年6月にニューオープンしましたホープストリートコーヒーさんでございます。こちら町田の駅からは少し離れてしまうんですけれども、ぜひとも訪れていただきたいような開放的な空間になっています。ホープトゥーカラー、日常のブレイクタイムに彩りをということをコンセプトにしていますコーヒースタンドでございまして、夏場にはテラスにあるバーベキュースペースをレンタルすることもできます。今映していますような木の温かみを感じることができるような空間の中で友達とワイワイしながら楽しむことができるところもポイントになっています。今の秋の季節なんかにはそういった開放的な空間の中で過ごしやすい空気感の下で楽しむということもとてもお勧めできるポイントになっているかなと思っています。障害者福祉施設事務局の敷地内に2021年にオープンしたこちらのお店なんですけれども、一般社団法人でありますディスカバリーが運営しておりまして、街のコミュニティカフェになれるような場所づくりを目指しているということでございます。コーヒーも非常に本格的でございまして、エスプレッソマシンで抽出していただいたエスプレッソドリンクを中心に様々なメニューを楽しむことができまして、自家製のレモネードやレモンスカッシュ、そしてクリームソーダやコーラフロートなどの清涼感あふれるドリンクを楽しめるところもポイントになっています。こちらのお店はマルシェなどにも頻繁に出店されていまして、近場でない方はその時に訪れるのもおすすめになっているかなと思っています。今黒板に書かれていましたようなバナナブレッド等の焼き菓子も提供されていますので、気軽に立ち寄っていただいてコーヒースタンドライクに楽しんでいただくのもおすすめかなと思いますし、テイクアウトしていただいて町田を散歩しながらちょっと優雅な時間を過ごしていただくというところもお勧めできるポイントになっているかなと思っています。冒頭でも軽く触れましたけれども、町田は腰を据えてカフェを楽しみに行くという用途にも使えるかと思うんですけども、結構ですね、買い物とかで訪れる方も多いかと思いますので、ぜひそういった時にちょっと休憩、コーヒーブレイクを挟む時にテイクアウトしながら散歩しながら楽しんでいただくという用途でお勧めできるお店かなと思います。この日は外のテラス席でバナナブレッドとチョコチップスコーン、そしてアイスラテをいただきました。こちらちょうど夏に訪れた映像になっていますので、夏の暑い季節の中カフェラテを楽しんでみたんですけども、もちろん冬の季節なんかには温かいホットのカフェラテ等を楽しむことができますので、ぜひその辺は季節によって使い分けていただければなと思います。このバナナブレッドもですね、非常に美味しくてサイズ感もちょうど良かったなと思ってますので、昼ご飯を食べた後のおやつタイム等でも活用いただければなと思います。続いても2021年の春4月にオープンしましたケルビムカフェさんでございます。こちらはハンドメイドバイクブランドのケルビムさんが手掛けていますカフェになっていまして、店内には自転車のタイヤなどヴィンテージ感のあるインテリアで雰囲気抜群な空間になっていました。こちらではランチタイムとカフェバータイムに分かれていまして、それぞれ運営スタッフが変わる魅力的なお店になっています。結構こじんまりしてるんですけども、カウンター席はもちろんのことテーブル席でも楽しむことができますので、例えばお一人様で訪れていただくという用途でもとてもお勧めできる空間かなと思っています。あとはこのアーティスティックな空間になっていますので、インスタ映えにもお勧めできるようなお店になっているというところでございます。ランチタイムは広島県出身のアリンコさんがメニューの提供をしてくれているということでございまして、今回いただいてはないんですけれども、そういった広島県出身の方がプロデュースしているということも踏まえまして、広島名物の汁なし担々麺も絶品だということでございますので、ぜひタイミングが合いましたらいただいてほしいなと思います。
こちらのキルビミカフェさん以外にも、町田雑貨屋さんとともに併設されている飲食店もあったりするところがポイントでございますので、ぜひそういったショッピングとか、各々の趣味と合わせて、そういった空間ごと楽しんでいただくのがとてもおすすめかなと思います。そしてこの日は、ホンユチャオショウとルーロンハンセットをいただいてみました。ルーロンハンは濃い味付けだれの絡まったゴロゴロお肉がご飯によく合っている絶品メニューになっていまして、こちらのセットなんですけれども、ちょうどいいサイズになっているので、特に女性の方なんかにはおすすめできるような分量になっているかなと思います。この付け合わせでいただくことができる漬物とかもですね、とてもおすすめかなと思いますし、このアジアンテイストな料理をいただけるというところもおすすめなポイントになっているかなといったところでございます。でさらに、ホンユチャオショウというものがありまして、それはこちらになるんですけども、辛さが苦手な方に関しましては、辛くなくすることもできるということでございますので、ぜひお店の方に相談していただいて、お好みの辛さで試してほしいなと思います。続いてご紹介しますのは、今年2022年の1月にニューオープンしましたフロリモコーヒーさんでございます。こちら少し駅から離れるんですけども、とてもおすすめなカフェでございまして、特にですね、厳選したスペシャルティーコーヒーを自家焙煎で提供してくれてますので、朝入りから中深入りまで幅広いコーヒーを楽しみたいというコーヒー好きな方は必見なお店であることは間違いないかなと思っています。この後にも町田の本格的なコーヒーを味わえるお店をご紹介するんですけども、カフェは結構多い町田なんですけども、なかなか本格的なコーヒー豆が味わえるところは多くないなと思ってますので、ぜひこちらのフロリモコーヒーさんチェックしていただきたいと思ってます。焙煎後は欠点豆をハンドピックしまして、雑味のない厳選された一杯を提供してくれるところもおすすめなポイントになってますので、ぜひそのクリアな味わいかつ香り高いコーヒーいただいてほしいなと思います。とても居心地がいい空間になっていまして、店員さんの接客ももちろんですけれども、Wi-Fi の完備もありますので、作業カフェとしてもお勧めできるようなお店になっています。この日は私も Mac 片手にですね、動画編集とさせていただきましたので、そういった作業カフェ探されている方なんかでもお勧めできるかなと思います。フードメニューにもこだわっていまして、季節ごとのメニューの入れ替わりもありますチーズケーキだったりとか、店内で焼き上げます自家製パンも絶品になっています。トーストは北海道産の小麦粉であります春よ来いを 100% 使用していまして、ここでしか味わえない極上の一品になっています。で、この日はこちらのとろけるチーズトーストとスペシャルティーコーヒーをいただいたんですけれども、トーストに関してはですね、平日は提供できない日もあるということでございますので、絶対に食べたいという方に関しましては、休日にお試しいただけますと確実になっています。さらにこちらのチーズトーストにはサラダもついてきましたので、こういったところも嬉しいポイントになっています。で、この日いただいたコーヒーなんですけれども、ブラジルのサントアントニオプレミアムショコラというものでございまして、深めの味わいのコーヒー豆になっていました。コーヒー豆に関しましては、なんと6種類ぐらい贅沢に用意されていまして、例えばアナエロビック製法の豆ですとか、芸者種などの希少豆の用意もありましたので、普段とはちょっと違った高級感のあるコーヒー豆を試したいという方に関しましては、ちょっと奮発してそういったコーヒーも味わっていただくととてもおすすめかなと思います。あとはこちら、アールグレイバスクチーズケーキをいただいたんですけども、先ほど申し上げましたようなトーストと違ってですね、チーズケーキに関しましては平日にも確実に楽しむことができますので、ぜひですね、このチーズケーキ、この他にも4種類ほどありますので、お好みのチーズケーキを考えていただいて注文していただいて、十分に楽しんでいただければと思います。続いては、町田では結構珍しい老舗の喫茶店をご紹介していきます。豊かに香り高く、いつも言い立てて美味しいコーヒーをあなたへということをコンセプトにしましたお店でございまして、昭和45年に町田市では最初のコーヒー専門店としてオープンしまして、長年の間愛され続けている名店になっています。厳選された木豆を店内の半直火、半熱風の焙煎機で焙煎しているお店になっていまして、焙煎後の豆に関しましても、先ほどのフロリモコーヒーさん同様、手作業で丁寧に選別していますので、欠損豆を含まず雑味のない味わいが高品質になっています。公式ホームページでは、毎日の焙煎実績も公開していまして、焙煎への愛情と徹底した品質管理への思いを感じることができるお店になっています。ちなみに店名の由来は1652年の昔、ロンドンの中心部コーンヒル広場の端にありましたセントミカエル寺院前に初めてコーヒーハウスを開いたパスクア・ロッセさんから来ているということでございます。彼が作成したコーヒー広告は
コーヒーの効能を含め、当時としては目から鱗になっていまして、ロンドンでのコーヒーブームにつながったということでございます。そういった背景も踏まえつつ、ここロッセさんも同じような影響力を与えたいと思っていまして、本アカウントでもご紹介している通り、たくさんの町田のお店を育ててくれているのだなというふうに思っています。今回いただいたこちらのジャムトーストなどですね、コーヒーと合わせていただくトーストメニューも高コスパのメニューになっていまして、ぜひとも一緒に頼んでほしいなと思います。さらに先ほどちらっとお見せしたんですけれども、コーヒードリンク含めましてドリンクメニューの豊富さは随一でございますので、ぜひ店員さんとも相談しつつお好みの一杯を探していただければと思います。朝も9時半からやってますので、朝から少しリッチな時間を過ごしたいという方に関しましては、トーストと一緒にコーヒーをいただいて充実した町田での一日を過ごしていただければなというところでございます。先ほどのフロリモコーヒーさんと合わせて本格的なコーヒーを味わうにはぜひこちらのロッセさん、特にタイトルの通り地元民が教えたくないようなとても温かみのある空間になっていました。そして最後にご紹介しますのはアタルコーヒーさんでございます。こちらもコーヒーがとても美味しいお店になっていまして、2018年に誕生した町田では比較的新しいスペシャリティコーヒー専門店になっています。先ほどからフロリモコーヒーさん、ロッセさんとご紹介してきましたけれども、こちらのアタルコーヒーさんもとても美味しくて自家焙煎コーヒー店になっていますので、コーヒー好きの方必見になっています。で特にですね、こちらも少し駅から離れてるんですけども、特に学生さんが多いような町田の空間の中で大人の方々がゆっくりと時間を過ごせるような空間になっていますので、ぜひですね、私のようにちょっと作業もしたかったりとか、本読んでゆっくりと過ごしたいという方に関しましては、こちらチェックしていただきたいなと思います。私も冒頭で申し上げました通り、結構町田に行く機会は多かったりするんですけども、こういった隠れ家的空間、混んできてしまうと少しがっかりする部分もあるんですけども、やっぱり素敵な空間に関しましてはいろんな方に知っていただきたいなと思っていますし、ぜひ選択肢をいくつか用意していただいて、少人数でご利用されたい場合、ゆっくりしたい場合にはこういったカフェを使っていただきつつ、以前ご紹介したようなキープイルグループさんではお酒とか、あとはおしゃれなカフェメニューとかを頼んでいただきつつ、数名の方々お友達と談笑していただくといった形で、その用途ごとだったりとか、あとは訪れていただくような友達ごとで使い分けていただくのが町田の楽しみ方になるかなと思っています。人生の駅として発展と上昇の名残かすの中、煩雑な海からたどり着く心の雑音なき空間がコンセプトのお店になっていまして、まさに店内には旅をイメージするようなインテリアがたくさんあります。アタルコーヒーさんの名前が入った装飾もありまして、店内自体が新幹線や飛行機の客席のように感じられるような空間でもありました。伝統と革新、どちらによることもなく、コーヒーと共に生きていくことを突き詰めていく。あえて独学独歩に徹しまして、これが当店だけのコーヒーであるという気概、それがアタルコーヒーさんのワンマンコーヒーへの姿勢だということでございます。こういった形でメニューでご紹介しています通り、フードメニューも充実しているところがポイントになっていますので、コーヒーが好きな方、そしてゆっくりとフードも楽しみたい方なんかは、こちらのお店、とてもおすすめになっています。こちらこの日はキスさんのナポリタンをいただいたんですけれども、ハンドドリップコーヒーのセットで1200円でいただくことができますので、比較的コスパはいいかなと思っています。なんといってもスペシャリティコーヒーと合わせてこの値段ですからね。こんな形で軽食としても満足のいくフードメニューが充実していますので、その日の気分に応じて頼んでいただきたいなというところでございますし、こういったフードメニュー以外にも自家製の洋菓子や自家製のケーキを季節に合わせて提供していただくことができるということでございますので、ぜひそのあたりも注目していただければと思います。そしてこちらこの日いただきましたコーヒーなんですけれども、マスターの方が独学のみで突き詰めたこだわりのコーヒーになってますので、ぜひ店員さんと相談していただきつつコーヒーを頼んでほしいなと思います。以上、今回は町田から隠れ家的なおすすめカフェを5選ご紹介させていただきました。私も学生の頃から考えて約10年くらい町田には行くことがあったんですけども、これだけ隠れ家的に利用できて落ち着いた空間があって、一人で訪れる際にはぜひとも利用したいようなカフェが誕生してきているところも嬉しいなと思っていますし、やっぱり私自身がコーヒーとても好きでございまして、スターバックスとかドトールとかタリーズさんみたいなですね、充電もできて作業もできるような Wi-Fi も通っているようなところも好きなんですけれども、やっぱりですね、多少充電ができなくても Wi-Fi が飛んでなくても作業するときにはこういった美味しいコーヒーと落ち着いた空間の中で時間を過ごすというのが私自身の休日の過ごし方、そして人生のちょっとした喜びでもありますので、ぜひ皆さんにもそういった大人の空間を味わってほしいなと思います。以上、ミキでした。ありがとうございました。